10万に戻れなくなっちゃった。廉価版ができるって。Hi, this is Miyako. Thank you for watching. めっちゃ久しぶりの収録になってしまいましたが、皆さん元気でしょうか？私は元気でございます。めちゃくちゃ久しぶりの撮影なんですけど、今日は私の自宅スタジオからお送りしてます。初めて。ほら、いつもはね、ほら、いつかさんね、スタジオで撮ってたけど、先月ね、私、引っ越しをしたんです。引っ越しを。で、引っ越しして、少し前より広いお部屋に引っ越したんですけど、前はね、スタジオとリビングが兼用っていうか、狭いところでやってたんですけど、ありがたいことに今、この6畳一間が、6畳一間って言ったかもしれない。6畳が完全に全部音楽の部屋として使えてるので、とても広々して良くなりました。ってことで今日はそんな MIK ニュースタジオをちょっと紹介できたらと思います。お姉ちゃんと妹は今絶賛ツアー中でしてね、やっとラブバイツがちょっとね、こういう時期でもやっとライブができるっていう風になったので、今ライブで使ってるギターたちは今のスタッフたちに預けてますので、今ここにはいません。なんだと思うでしょ？なんだと、ここに妹いるやんと思ったでしょ？じゃーん。これは前紹介した、ずっと紹介してたね、妹の D の USA の V がいたと思いますけど、これはそっからね、廉価版のV が発売しましてですね、もう何人かもうゲットしたよっていう人もうちはもうお見かけしたんですけど、それをうちも1本いただきまして、廉価版ってことで、こちらはUSA 製じゃなくて韓国製になるんですけれど、もうどっからどう見ても妹ちゃんでしょみたいな。違いわかる？1個だけ違いがあるの。1個だけっていうか、違いがあって、うちの妹はここがさ、もうちょっと長いの。ここがここまで来て、ここまで多分来てんだよね。でも廉価版の方はここまでのピックガードになってるのね。で、なんでこうなったかって言ったら、なんか USA 製作るときに USA 製のそのビルダーの人たちがなんかこっちの方がピックガードかっこよくねって言って、これは既製品である形なのね。で、うちが使ってる USA の妹の方は形はね、既製品でないんだって。なんかわざわざ削ってくれたらしくって、なんだかわかんないけど、うちはそんな注文してないんだけどでもほら、そんなこと廉価版ではできないから、こっちになってんだけど、でもうちはそれを黒さんの人たちにこのピックガード違うよって教えてもらうまで自分でも気づきませんでしたそんなもんだよなって言って、基本的にはもうほぼスペックはちゃんとフィッシュマンも載ってるしね、普通にいいですよ。なんで木目もね、やっぱめちゃくちゃ綺麗なんで、20万とは思えないクオリティの仕上がりになってますね。買える？もちろん買います。日本から？日本で買います今。世界は？世界もそのうち買えるって話その楽器屋さんがお取り寄せすれば買えるはずなので、今ね、黒沢楽器に何本かもう物が入ってるって聞いてるんで、ちょっとお問い合わせして、もし実機を弾いてから買いたいって人はお店に行って触ってみてから判断されてもいいかと思います。はい、素晴らしいギターに仕上がっております。廉価版ができるってちょっと売れっ子な気しない？廉価なんかねなんかわかるかな、こう受注でさ USS 作りますって言ったら、それはそれなんだけど、こうなんかお手軽価格でこうみんなに買ってもらおうよってことだから、廉価版ってことはね、なんかだって大量生産できないと廉価版って作れないから、正直そうありがたいね。はい、おすすめの一本になりました。もうちょいちょいツイッターで見てる。それをなんか弾くように飾るように。
でもうちが見てる限りはほら自分ギターオンラインレッスンやってるでしょの人たちが買ってるイメージで、プラス別にレッスン受けてない人でもやっぱギターが好きだから買ってる人が多いかな。ただの家財で20万は出せないよね。うちは出せないかな。そう最高でしょ最高でしょとか言ってはい、なんか自分のモデルだとか抜きにしてもやっぱかっこいいギターだなと思うんで、見るからにその人のシグネチャーだなっていうギターってうちはあんまり買えないんだよね。なんか買えないっていうか、あの人のモデルだってすぐ言われちゃうから、なんかうちのモデルはなんかそうではない、こう、ありそうでなさそうなみたいな、なんかそういうとこを狙ってね、作ってみたのもあるので、こう正直うちを知らない人でもこのギター見かけたら買ってくれるんじゃないかなと思っております。あ、それね、こっちね。いらっしゃい。よいしょ。似てるかも。ちょっとこれかぶってる。これね、ワービックっていうメーカーのベースになります。ジャーマニーのドイツのね、メーカーのベースみたいですね。自分ベーシストじゃないんですけど、やっぱりそのデモを作る時にベースはちゃんと打ち込みじゃなくて自分はちゃんと弾いてるのね。で、こう前はちょっとミュージックマンのベースとか使ってたんだけど、なんかちょっといいベース欲しいなと思って、なんか去年なんかちょっと探してたのね。たらワービックって結構ブリンブリンでいい音ってイメージがあったから、ワービックのなんか10万ぐらいで買えるラインのやつなんか買おうかなと思ってた、もともと。でいいやつあったの、10万円ぐらいであったんだけど、でその隣ぐらいにそのワービックのカスタムショップラインがあって、でそれはなんか30万40万とかその値段帯に急に上がるんだけど、買わないけどちょっと一回弾いてみていいですかって、ちょっとこれをね、買わないけど30万ぐらいのワービックってどうなんかなと思って弾かせてもらったんです。そしたら10万に戻れなくなっちゃったのね、あるあるやね。戻れなくなっちゃったので、見た目もそうやし、で音も結構自分的にはドンツバだったんで、ちょっと安くしてって言って買いました。結局と言って、ピックアップはね、これちょっとね、これね、ベースのことあんま本当に詳しくないんだけど、MEC って書いてる。MEC ってメーカーなのか、ワービックのオリジナルのあれなのか、ごめんちょっとわかんないんだけど、でこれアクティブのベースなんだけど、電池じゃなくて USB で充電できるのね。便利やね、今のね。うちのギターはね、ちゃんと電池式ですけどね、これは USB で充電できるっていうお便利なものになってます。そう木目かわいいよね。木目フェチが買いそうなベースでしょでこっちもね、ボディもいいし、すごい芸術作品っぽいなと思って、ちょっとね、ベーシストじゃないのにそんなお値段のベース買うのってちょっとどうなんと思ったけど、自分の資産になりますからね、今持ってて損はないしねと思って頑張って買ってみました。なんで最近のデモはこの人のベースがブリンブリン言うとります。入れない。うち全部弾いちゃう。そうなんかわかんないけど、ギター弾く人はそのベーシストに言ってね、弱くしたらそんなんベース弾けてる位置に入れへんでって怒られるかもしれへんけど、ルートぐらいやったらね、そんな弾けんってこと多分ないし、最近指もねちょっと練習してみるそうね、やっぱたまにはね、自分の本業じゃない楽器を触るのも楽しいかなっていうことで、こんなベースも持っております。
で自分のスタジオなんで、こういうねプロツールスちゃんと用意してあって、いつもこれで曲を作ったり編集したりレコーディングしたりなんじゃかんじゃやってる空間になります。でここにね PB とかケンパーとかオレンジとかマーシャルもあってね、ここでは最大 3,4 人ぐらいギタリスト集まってもセッションできるぐらいのアンプありますからね。みんな集まって他のね竿たちは次の回でちょっと紹介できたらと思いますんで、とりあえず今日はざっとこんなん紹介した感じで、じゃあまた来週お会いしましょう。じゃあまたね。